こんにちは。今回は山のランキング動画第2弾としてもう一度歩きたい稜線を5つ選びました。登山スタイルは人それぞれだと思いますが、私は稜線歩きを一番の楽しみに登山してます。登山歴4年目なのでまだまだ母数が少ないんですが、それでもここはもう一度歩きたいなと思う稜線がいくつかあるので、今回は1本の動画にまとめてみました。登山口へのアクセスとか登山ルートの詳細、かかった費用に関してはそれぞれの参考の Vlog に記録してます。全部概要欄に貼っとくので、もしよかったら参考にしてもらえると嬉しいです。もう一度歩きたい稜線一つ目は、白馬大池から白馬岳、白馬岳にかけてです。白馬乗鞍岳を越えたあたりから絶景登山が始まって、それが白馬山荘までずーっと続きます。天気が良ければ日本海まで望めるほど視界が開けてます。途中にある小蓮華山からの展望も素晴らしいです。左手側に後ろ立山連峰の稜線がどんどん迫ってくる感じも迫力があってドキドキします。途中にある白馬大池山荘が白馬大池の水面に映る様子も綺麗でした。登山口は津賀池自然園のすぐ近くにあるんですが、津賀池高原駅からゴンドラリフトとロープウェイに乗って簡単にアクセスできます。ゴンドラ乗り場の近くには駐車場もあるし、バスでアクセスすることもできます。登山口を朝一に出発すれば、その日のうちに白馬山荘まで行くことが可能ですが、途中にある白馬大池山荘で一泊する選択肢もあります。私は白馬大池山荘には宿泊したことがないんですが、7月頃に行けば、チングルマや白山小桜などのお花畑が見られるそうです。体力や好みに合わせて登山計画をアレンジしやすいのもこのルートの魅力かなと思います。白馬山荘は白馬岳、白馬岳の山頂から歩いてすぐの場所にあるので、夕日や朝日のタイミングで山頂に戻るのも簡単です。いろんな時間帯の山の景色を存分に楽しめます。白馬山荘にチェックインしてから、もし時間に余裕があれば、10分15分ほど先に進んだ丸山に行ってみるのがおすすめです。ここから続く杓子岳、白馬槍ヶ岳の稜線を間近に見ることができます。遠くには槍や剣も見えます。9月下旬から10月上旬頃に登れば、ダイナミックな紅葉も楽しめます。もう一度歩きたい稜線2つ目は、北岳から愛の岳にかけてです。国内標高第2位の北岳と第4位の愛の岳を結ぶ日本で一番高い稜線歩きです。標高3000メートル超えの2座を結ぶルートでは、雲上の大パノラマが楽しめます。南側には富士山、鳳凰三山が見えます。北側には甲斐駒ヶ岳、千丈ヶ岳を見ることができます。お花が好きな方は北岳の固有種、北岳草の開花時期を狙って6月下旬から7月上旬に行ってみるのもいいと思います。公共の交通機関でアクセスする方は甲府駅から広河原の登山口までバスが出てます。登山口周辺はマイカー規制がかかるので、車派の方は指定の駐車場に停めて、そこからはバスや乗り合いタクシーで移動します。私は当時登山歴2年目でしたが、特に怖いと思う箇所も通過困難な箇所もありませんでした。険しい岩場の部分には階段が設置されているのでありがたいです。でも、とにかく体力は必要です。まずは広河原を出発してから最初の樹林帯が結構長いです。登山口のある広河原と肩の小屋の標高差が1500メートルくらいあって、小太郎尾根の分岐まではひたすら登りが続きます。特に草滑りの部分は何度も息切れするくらいの急登でした。登山道の脇に咲いているお花に癒しをもらいながら一歩一歩登っていったという感じです。途中にある白根お池小屋はいい休憩場所でした。広河原の登山口から歩く場合、北岳の手前に肩の小屋、北岳と愛の岳の間に北岳山荘があるので、登山計画に合わせて宿泊場所を選ぶといいと思います。どちらも夕食が美味しくて、お弁当も美味しくて、スタッフさんたちがとても優しかったです。肩の小屋では、北岳に来ただけの可愛いグッズを購入できます。あと、小屋の前がめちゃくちゃ絶景です。もう一度歩きたい稜線3つ目はパノラマ銀座です。具体的には中房温泉から燕岳、お天正岳、常念岳、長ヶ岳を歩いて上高地に抜けるルートです。標高2000メートル超えの稜線からはまさにパノラマ銀座の名にふさわしい北アルプスの名峰の数々を望むことができます。登山口までのアクセスですが、穂高駅から中房温泉に向けてバスが出てます。このルートは車の回収が難しいかと思うので、公共交通機関でのアクセスがおすすめです。
初日と最終日の樹林帯が結構長くって、特に初っ端の合戦尾根は北アルプス三大急登の一つでなかなか体力を消耗するんですが、円山荘以降の稜線歩きの部分が良すぎるので、今回ランクインさせました。燕岳から長ヶ岳に向けて歩いてると、進行方向右手側に槍穂の稜線が見えます。結構長い時間ずっと見えます。方角的にはこの右手側が西に当たるので、運が良ければ槍のモルゲンに出会えるかもしれません。また、登山が終わってから地図を見返すと、こんな長い距離を歩いたんだと思える達成感のあるルートです。燕岳は花崗岩の白さが印象的な美しい山です。円山荘から見る燕岳の姿は何度見ても飽きません。パノラマ銀座は私が登山を始めて最初の夏に歩いたルートです。1年目で歩くにはちょっと距離が長いかなと思ったんですが、写真や動画を見てどうしても歩きたくてですね、宿泊日数を増やすことで1日あたりの距離を短くして挑みました。このルートは2泊3日で歩く方が多い印象ですが、私は3泊4日で計画しました。それでも円山荘から常念小屋まで歩いた日は、まだかなという感じで結構きつかった記憶があります。パノラマ銀座の景色が良すぎるので、それに励まされて歩く感じでした。私は円山荘、常念小屋、長ヶ岳ヒュッテで宿泊しましたが、途中に大天荘というお天正岳山頂直下の山小屋もあるので、体力に合わせて登山計画を作るといいと思います。大天荘は円山荘グループの山小屋で、ここもご飯がとっても美味しいです。常念岳は遠くから引きで見ても美しいし、登っても美しいしという感じで個人的な推し山の一つです。晴れた日の常念山頂では北アルプス屈指の大展望が広がります。もう一度歩きたい稜線4つ目は裏銀座です。具体的には高瀬ダムから烏帽子小屋に登り、そこから野口五郎岳、鷲羽岳、すごろく岳と歩くルートです。このルートの絶景ポイントはたくさんあるんですが、まずは烏帽子小屋を出発して歩いている途中で、初めて槍が視界に入ってくる瞬間です。北アルプスのアイコン的な山が見えると、やっぱり嬉しくてテンションが上がります。野口五郎岳を過ぎたあたりから水晶小屋に向かうこのラインはもう圧倒的美っていう感じで強く印象に残っている景色です。裏銀座の Vlog のサムネにも選んでます。鷲羽岳山頂からは鷲羽池と槍穂をセットで見ることができて、これまたいい景色です。すごろく岳をすごろく小屋に向けて歩いていると天空の滑走路という人気スポットがあります。正面に槍穂がドーンと見えて、それがめちゃくちゃかっこよくて、普段あんまり写真撮らない方でもついシャッターを押したくなっちゃうようなそんな場所かなと思います。槍穂に向かって歩く自分の後ろ姿を入れて写真を撮っている方が多いです。私は1泊目に烏帽子小屋、2泊目に三俣山荘、3泊目にすごろく小屋を選びましたが、他にも野口五郎小屋とか水晶小屋とか間に選択肢があるので、登山計画は結構アレンジが効くかなと思います。このルートは車の回収が難しいと思うので、公共交通機関でのアクセスがおすすめです。信濃大町駅から出ている裏銀座バスで登山口のある高瀬ダムに向かいます。七倉山荘の前でバスからタクシーに乗り換えます。同じバスに乗ってきた方たちとタクシー代を割り勘できます。裏銀座のスタートはブナタテ尾根という日本三大急登の一つから始まります。登山口から烏帽子小屋までの高低差は1200メートルです。初日はほぼ樹林帯ですが、ここを乗り切ればあとは絶景続きなので、頑張って登る価値はあると思います。裏銀座はパノラマ銀座とかと比べると圧倒的に人が少なくて、ソロで来ている方も多くて、静かで落ち着いた雰囲気でした。山を始めて1年目とかで、よし、裏銀座行こうってなる人はあんまりいない気がしていて、実際山小屋では登山歴の長い方たちにたくさん出会いました。いろんな話を聞いて行きたい山リストが一気に増えた参考でもありました。もう一度歩きたい稜線5つ目は大喰岳から南岳にかけてです。この重走路のいいところは標高の割にそれほど難易度が高くなくって終始絶景を拝めるところです。槍ヶ岳近くの山小屋に宿泊している方のほとんどは朝一で槍ヶ岳に向かうので、大喰岳方面は結構穴場です。真夏の週末のよく晴れた日でも結構空いていて、静かな山の時間を楽しむことができます。大喰岳、中岳、南岳はすべて標高3000メートルを超える山です。標高3000メートルを超える山は国内に21座ありますが、そのうちの3つがこうやって真横に並んでいて、そこを一気に歩けるというわけです。目の前には穂高連峰が見え隠れしていて、左手には燕常念などのパノラマ銀座、後ろを振り返ると槍ヶ岳、裏銀座が見えます。
そしてこの360度の大パノラマが大場岳から南岳に向けて歩く間ずっと続きます。ルートのほとんどが岩稜帯ですが、岩登りの技術とかいらないし、ちゃんとした登山装備を用意していけば、登山歴がそれほど長くなくても楽しめるルートだと思います。難所を強いてあげるなら、中岳の手前に長いはしごがあって、ここは高度を感じますが、落ち着いて登ればきっと大丈夫だと思います。私の場合は南岳に登った後、天狗原経由でその日のうちに上高地に下山しましたが、これは結構体力のいるコースだったなと思います。天狗原あたりは人も少なくて結構心細かったので、もし時間に余裕があるなら、槍ヶ岳山荘に2泊して中日に南岳まで往復するプランもありだなと思います。この重走路のスタート地点である槍ヶ岳山荘までの行き方はいくつかありますが、初めてなら上高地からの槍沢ルートが一般的でおすすめです。以上、もう一度歩きたい稜線5選でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。